皆様ごきげんよう、宮山めさのです。戦艦大和の建造費は難しい計算式を使って導き出す必要は実はありません。当時の艦の1トンあたりの価格は大体の目安がありまして、戦艦は1トンあたり2112円でした。大和の排水量の6万4000トンにこれをかけますと、1億3516万8000円になります。実際の大和の建造費は1億3780万円でしたので、ほぼ正解に近い金額です。ちなみに大和型戦艦の建造費は、中型戦艦に加えて駆逐艦と潜水艦の予算を足して国会から予算の承認を受けています。つまり予算を偽っているわけですが、戦艦建造のみで1億4000万円の予算を獲得していた場合、すぐに外国にも艦の大きさがバレてしまうでしょう。実際の戦艦の大きさを隠すというのはどうなのよというね、議論はあるかと思いますが、目的を達成するという点において予算に再考するということは、非常に常識的なことだったと言えるでしょうね。1億3780万円というのは、あくまでも戦前の日本の物価になりますので、当然現在の価値とは意味が異なります。戦前と現在との物価差は、おおむね2500倍と言われています。当時のサラリーマンの月給の目安が100円でしたので、これが現在の価値だと、おおむね25万円となるわけですね。これを戦艦大和の建造費に合わせると、およそ3500億円となります。3500億円といえば、新しく作られる NHK の新車屋の総予算と同じくらいの金額になりますね。おやおや、何かスケールが小さいんじゃねとね、思うかもしれませんが、これも正確な負担感かといえば、どうもかなり違和感があります。例えば、戦艦大和が寄港した1937年の日本の GNP は234億円でした。この数字に対して大和の建造費を GNP に当てはめますと 0.59% となります。あくまでも参考程度ではありますが、この割合を雑に現在の GDP に換算いたしますと5900億円になります。正確な比較とはいきませんが、負担感としてはこちらの方が近いかと思いますね。ということで、建造費の結論としては、現在の価格に直しますと、およそ3500億円。ただし、財政の負担感で言えば3兆円を超える重さとも言える。というのが、一旦の結論になりますかね。ちなみに昭和初期の日本の軍事費は対 GNP 比でおよそ 2.75% から 3.2% 程度でした。しかし満州事変によってやや上昇した後、大和が寄港した1937年には GNP に占める軍事費の割合は 14% 程度まで拡大しています。つまり経済的に無理をしている状況下で大和の建造が行われたとなると、なかなか恐ろしい数字にも見えてきます。なお、1937年以前は GNP に対する政府の支出は 10% 程度と、現在とはかなり中央政府の規模が小さいのも特徴です。このため、国家予算よりも GNP の方が公正ではあるんじゃないかなと思います。またそもそも大日本帝国は当然外地や植民地がありますので、それらを含めますと軍事費の割合は幾分か低下いたします。これは推計に基づいてで、基本的には当時も本国の経済規模で算出するのが普通でしたので、あくまでも参考程度という感じですかね。ということで、開始3分くらいで皆さんには戦艦大和の建造費と当時の日本の予算の規模感というのを提示させていただきました。しかし、実は戦艦大和の建造費の関連予算はこれだけではありません。維持費や当時の財政状況、そしてアメリカの戦艦との建造費の比較、様々な観点から大和の建造費を調査して参りましょう。そして戦艦大和が作られた時代こそ、現在日本の抱える社会問題へ通ずる大きな課題が隠されていたのです。今回はですね、かなり政治的な動画だと思いますね。現在大和はバーチャルクレに契約中ですが、この状態でも当然お金がかかります。平時における1年間の維持費は推定、人件費込みで船体40万円、期間8万円、方向160万円、もろもろ含めて当時の価格で340万円ですね。さらに燃料費は基本停泊している平時での換算で60万円、合計するとおよそ400万円、令和価格に直しますと1年間で100億円が戦艦大和の総維持費となります。複数の戦艦を建造してそれを運用するというのは、大国の証でもありましたが、戦艦は同時に大変な金食い虫であったことも確かでした。
今の砲撃によって発射された砲弾の91式鉄鋼弾は1発につき推定で2000円。令和の価格で言えば500万円ですね。大和の手法は9門ですので、手法整写をいたしますと4500万円といった計算になります。時代は違いますが、ハープーンは1発1億8000万円になりますので、これも単純比較はできませんが、どちらも大変高価なものであることに変わりはありませんね。そして、現在私がおりますのは、ここは、戦艦大和の建造ドック。厳密に申し上げますと、造船選挙になります。呉の造船選挙は東洋最大と言われ、戦艦不装の建造にも使われましたが、それでも大きさが足りずに、地面を1メートルも掘り下げて、全面的な拡張が行われました。さらに大量のコンクリートを流し込むという、大規模な工事が行われたのです。この改装費用は推定でおよそ1000万円から2000万円、令和価格で250億円から500億円となります。さらに海軍は2番艦の武蔵、3番艦の信濃の建造も計画されていましたので、長崎と横須賀と合わせて整備費用は合計3000万円。令和価格で750億円となります。このように大和型戦艦を建造するためには、そもそも造船設備の大幅な拡張が必要だったのです。それではこのバーチャルドックを使って実際に戦艦大和を作りながらコストの検証をして参りましょう。おまんじゅうたち、戦艦大和建造開始。戦艦大和の建造に関わった人数は、延べ人数で戦国工場関係で99万人、偽装で69万6000人、合計169万5000人でした。多いと思うかもしれませんが、実は戦艦物よりも少ない人員で建造されています。これは造船設備の更新が行われたのと、世界一の艦を作るという行員の情熱も大きかったと言われていますね。これはまずいですね。船体が丸見えです。ドックにはトタン製の屋根や壁を使って艦を隠蔽したつもりでしたが、あまりうまく隠れておりませんね。ご安心ください。ある画期的な秘匿方法があります。それが城縄です。これは大和よりも武蔵の方が有名ではありますね。2番艦の武蔵が建造されたのは長崎。しかし長崎は国際都市であったため、特に建造には気を配る必要がありました。そこで400トンとも呼ばれる大量の城縄を使って艦を完全に隠したのです。ただあまりにも大量の城縄を買い占めてしまったことで、近隣の漁村は材料の高騰という影響を受けてしまいます。また全国でも亀の子たわしが2倍の価格となる15銭まで高騰してしまいます。これは当時プチ高級品だったミルクチョコレートの10銭よりも高い金額でした。またグラバー邸やハリス邸といった高台にある西洋館も買収して外国人への監視の目も強めました。これらは過剰だと今日では批判的に見られておりますが、必要な措置であったと思います。例えば1934年の日米野球でキャッチャーとして来日したモーバーグは実際はスパイで、彼が撮影した写真は同レトル空襲の際にデータとして役立たれてしまいました。国家と国家との関係は本来緊張を伴うもので、特に戦前とはそういう時代だったと言うしかありませんね。おまんじゅうたちによれば戦艦大和の船体は完成したみたいですけれども、あら。3D プリンターの失敗みたいになってるな。今回は建造プロセスじゃなくて金に焦点を当てているがゆえに、細かいことは気にせずに次の工程に進んでいきましょう。ここから皆様を工場へとご案内いたします。現在稼働しておりますのはワグナー社製の旋盤です。近年でも大和ミュージアムのクラウドファンディングで話題となりましたが、この巨大な旋盤は46産地用の方針を加工するためのものです。お値段は42万円で、令和価格で8億4000万円です。そしてワグナー社からは複数の旋盤を輸入しておりましたので、その総額は116万円、令和価格で23億2000万円程度でしょうか。大和に搭載する方を作るための旋盤となれば、ドイツくらいしか作れる国はなかったみたいですけどね。ちなみにこの旋盤は2013年まで実際に使われておりました。当時の日本は巨大な戦艦や建築物などを作れる技術水準には達しており、機械の国産化もある程度進んでいる状態ではありましたが、大砲関連の製造に使われた機械のかなりの割合は外国産でした。ワグナー社はドイツ製なので優位にしても、アメリカから輸入された工作機械の総額は1937年から1941年の間、海軍だけで8000万円という
巨額な総額に達したという説も存在しています。アメリカとは当時険悪な関係になっていましたが、その国に頼るとは何か引っかかりますよね。アメリカも厳しく日本を批判していたわけですが、同時にいいお得意様でもあったわけです。本当に国際情勢というのは複雑回帰ですよね。あとはこの方針をヤマトに搭載する必要がありますが、おまんじゅうたち、無理はするなよ。メサコメサヨメサミー。後で救助しておきます。よかった。生きてました。さて、おまんじゅうたちが頑張って運ぼうとした46産地、いえ、94式40産地表は呉でしか製造できずに、武蔵の場合、呉から長崎にこの方を輸送しなければいけませんでした。しかし、既存の輸送船では運ぶことができずに、そこでわざわざ建造されたのが旧兵艦のカシノでした。旧兵艦とは武器や弾薬などを運ぶことが目的の、輸送船ではありましたが、カシノの真の目的は46産地表の方針や砲塔を運搬するためにありました。故にカシノは二重足構造になっているなどの特殊な構造をしており、輸送船としてのコストは高い艦でした。しかし、カシノが主砲の運搬で活躍した時期は非常に短く、武蔵以降の大和型戦艦の建造は諦められてしまったため、通常の輸送船として運用されることの方が多かったのです。さらにカシノは開戦後、比較的すぐに沈没してしまいました。とこんな感じに、大和型戦艦の詳しい建造方法については別の機関にとっておきまして、ついに戦艦大和が完成いたしました。基準排水量64000と46産地表9も、竣工時には 15.5 産地3連装砲を両舷に搭載している姿が特徴ですが、これこそまさしく対艦強主義の頂点に君臨する巨大戦艦なのです。進水式では行進曲軍艦の演奏はしませんでした。大和の存在は国家機密です。そんな派手なことはできません。戦艦大和が建造された理由は、日本の象徴となる巨大で美しい戦艦をあえて作り、それが沈むという決定的な敗北の象徴によって人々に戦争の終結を受け入れさせることだと、そんなバカな話があるか。繰り返しになってしまいますが、当時の大和の建造は完全に秘匿されています。大和が日本国民に知られるようになったのは1952年の書籍の戦艦大和の最後が大きなきっかけです。もちろん1952年は戦後の話です。戦艦大和の建造コンセプトはアメリカ海軍の戦艦がパナマ運河の幅の制約を受けるので、アメリカ海軍よりも大きな戦艦を作ってみたです。あとはもううちの国の戦艦はもう全部古いので、そろそろ新型に変えないとまずいとかでしょうかね。大和は相手の戦艦を優越する性能が求められていきましたが、一隻だけで戦況を覆すような能力があったというわけではありません。戦艦大和は作らずに航空母艦を作るべきだったのではないかですって。気持ちはわかりますけれども、当時日本最強の戦艦であった長門はアメリカの新型戦艦に対抗できる能力こそありましたが、性能的には及びませんでした。何より大正9年、1920年生まれの古い艦です。もちろんその他の日本戦艦は全て大正生まれでしたので、帝国海軍は旧式戦艦を代替する必要に迫られていたという当時の常識を考慮する必要があります。確かに空母のお値段、例えば昇格型空母のお値段は9554万円程度ですので、1億3780万円の大和よりも安いようには見えますが、ところが空母艦載機の寿命は100時間程度と言われております。つまり空母のラーニングコストは戦艦に比べてもかなり高く、必ずしも大和よりも安いというわけではないのです。またハワイ作戦の時点で航空隊の充足率はいっぱいいっぱいでしたので、大和の代わりに空母を建造してそれをしっかり運用するというのは個人的には結構きついっちゃきついんじゃないかなと思っておりますけれども、このあたりはぜひ皆さんのご意見を伺いたいところですね。しかし、明治維新から70年でここまでの巨大戦艦を建造できるようになるとは、巨大戦艦の建造には民間の技術や産業力も非常に重要です。これは殖産工業の素晴らしい成果とも言えますね。戦艦大和が座礁してしまいました。やはり浚渫工事を行うべきだったか。浚渫工事とは、海底の土砂をすくい取る工事のことです。関門海峡を中心とした浚渫工事では、当時の金額で5000万円以上、令和価格で1250億円の予算をかける必要がありました。
この浚渫工事はまさに知られざる巨大国家プロジェクトとも言えますね。以上が戦艦大和のざっくりとした建造工程とお金の話でした。次はアメリカの戦艦のコストと比較して、大和の建造費はそんなに話題になるほど高いものだったのか、詳しく検証してまいりましょう。戦艦大和の建造費は、当時の金額で1億3780万円でした。この金額は、当時の日本の名目 GNP のおよそ 0.59% に相当します。では、この建造費を仮想敵であったアメリカ海軍の新型戦艦と比較してみましょう。アメリカの戦艦ノースカロライナの建造費はおよそ7000万ドル。そして戦艦アイオワは約1億ドルとされています。当時、1940年の為替レートは1ドルが 4.26 円でした。これをもとに単純換算すると、ノースカロライナは約2億9820万円。アイオワは約4億2600万円となります。このように、当時の為替レートはかなり円安であったことを考慮しても、戦艦大和の建造費が際立って低コストであったことが見えてきます。ただし、重要なのは国家全体の経済力です。1940年時点における名目 GNP は一部推定を含みますが、日本が86億ドル、アメリカが936億ドルと圧倒的な差がありました。そのため、戦艦アイオワの建造費は、アメリカの GNP のわずか 0.1% 程度に過ぎません。つまり、金額だけを見れば大和の方が割安ですが、国家経済への負荷という観点で見れば、アイオワの方がはるかに軽い支出だったのです。ただし、戦艦大和に対してもう少し擁護的な視点を持つとすれば、比較基準を1940年の数値に統一した場合、大和の GNP 比は 0.37% に低下します。また、巨大戦艦である大和を1億3870万円という予算で建造できたという事実は、当時の日本が持っていた戦争経済の優位性であったとも言えます。さらに実質 GNP を購買力平価で換算すると、アメリカが9308億ドル、日本が2017億ドルと、差は縮みますが、それでも依然として大きな差が存在していたと考えるべきでしょう。そして皮肉なことに、真珠湾攻撃以降、アメリカでは景気が拡大し、早期に戦時動員体制を確立することに成功します。この影響により、両国の経済格差は1943年以降、急速に拡大していくことになるのです。やはり国家の富を比較しても日米には大きな格差があったことは分かりましたが、大和の建造費のそれ自体のインパクトは実はあまりないと言った方がいいかもしれません。確かに大和の建造費は非常に重たいものの、1917年に寄港した長門の建造費は4390万円で、GNP の比率は 0.51% でした。88艦隊の戦艦でもおおむね 0.42% ですので、やはり他の日本戦艦に比べても、特に大和の建造費が高いというわけではありません。しかし、戦艦大和の予算が承認され寄港された1937年は、日本の近代史のターニングポイントでした。大和の建造計画に直接関係があるわけではありませんが、戦争によって国家そのものが改造されていく。せっかくですので、その過程をもう少し深掘りしてまいりましょう。昭和初期から戦時にかけての日本における GNP と軍事費の比率の推移は、画面の通りです。1920年代から1930年にかけての日本経済は慢性的な不況に苦しんでおり、経済的には暗黒時代であったことを如実に示しています。しかし、満州事変を契機に政府支出が増加。これを景気の刺激として経済はようやく成長軌道に乗ることに成功しています。また、平時においては、軍事費は GNP の約 3% 程度で、満州事変の時期はおおむね 5% 程度にとどまっています。この数字は、現在の主要先進国と比較するとやや高い水準ではありますが、第二次世界大戦後のアメリカに比べると、むしろ控えめとも言えます。また、明治から大正にかけての日本の中央政府は財政規模自体が小さく、政府の支出は GNP 比でおよそ 10% 程度を基準としていました。このため、国家予算から軍事費を割り出すと異常なほどに高い数値が導き出されます。これは非常に恣意的な指標であり、GNP で算出を行うのがより公正であると言えます。また、戦前と現代の財政をより詳しく比較すると、戦前の政府支出には地方の支出が含まれていません。したがって、現在の指標により近づけるならば地方の支出を加える必要があります。これは地方の支出を加えた、より現代的な政府関連支出が GNP に占める割合です。国が強い体制にあると思われがちな戦前ですが、意外にも地方の支出が国とほぼ同規模で存在していたことがわかります。
当時の地方政府の支出の内訳では教育が最も多く、次いでインフラ整備や衛生、警察消防、災民救済などに使われていました。しかし1937年、シナ事変の勃発を契機に国の支出と軍事費は急激に膨張していきます。この年には軍事費が GNP 比で 14% に達し、戦艦大和の建造がすでに財政的な緊張状態の中で進められていたことを示しています。その後も軍事費の拡大は止まらず、日米開戦時の1941年には 27.8%、そして1944年にはついに 98.67% と、国家の富のほとんどが戦争に捧げられる異常な状況へと至ったのです。この莫大な戦費を支えていたのが、臨時軍事費特別会計という制度でした。これは軍の作戦行動に必要な経費を一般会計から切り離して管理するために設けられた特別な予算枠でした。制度自体は日本独自とは言えず、他国にも類似の仕組みが存在していましたが、戦局の拡大とともに政府支出は膨張を続け、国債、公債による資金調達に依存せざるを得ない状況となります。この財政運営にも限界が見え始めると、政府は増税という手段に踏み切っていきます。1937年には臨時租税増徴法が制定され、所得税の税率引き上げが実施されるとともに、新たに法人税や現在でいうところのガソリン税なども新設されました。また、同時期に物品税も導入されています。さらに1940年には、所得税の最高税率が強化され、累進課税制度が拡大。最高税率は実質 74% に達しました。加えて、給料から直接税金を転引きする源泉徴収制度も導入されます。これにより、従来は納税義務のなかった低所得層までもが課税対象とされるようになりました。相続税もまた、もともとは日露戦争時の戦費調達のために導入されたものでしたが、当初の最高税率は数%程度でした。それが1937年以降、段階的に引き上げられ、最終的には1944年に最大 60% に達するなど、大幅な増税が実施されています。このような大増税の一方で、戦時体制を支えるための福祉制度の整備も進められました。1938年には厚生省が設置され、以後、厚生年金や国民健康保険法などが相次いで制定され、社会保障の基盤が築かれていきます。これらは、戦時下での労働者とその家族の生活不安を和らげ、勤労意欲を維持するためのものでした。しかし一方で、これらの制度は、強制的な貯蓄制度としての側面もあり、民需を抑制することで戦時経済を維持するという狙いがありました。日本の税制は戦後、シャウプ勧告によって民主化し、刷新されたとされています。しかし実質的には、戦時中にすでに税制は改められており、その多くは現在に受け継がれているのです。なお、こうした増税にもかかわらず、公債の発行は止まりませんでした。1937年度から1945年度までの戦費に占める公債及び借入金の割合は、およそ 73% と推計されています。この数字は、同時期のアメリカが 59%、イギリスが 51% であったことと比較しても、高い水準でした。戦艦大和の原型の設計は、1935年から行われており、これら財政の肥大化に直接関係があるわけではありません。しかし、中国と事実上の全面戦争に突入しながら、予算が承認され、滞りなく建造が進められた理由には、1937年以降の臨時軍事費や公債に頼る財政規模の拡大にあったと言えます。そして長引く戦争は増税や民需品の慢性的な不足という形で国民生活の圧迫を強いることになっていくのです。このような話は戦争の負の側面として過去の出来事の反省として語られています。しかし、例えば、日本の社会保障の給付金は年間で130兆円を超えています。単純計算ですが、これは1年間で戦艦大和を37隻建造するのと、同規模の政府の支出でもあります。政府の支出は景気にとって悪ではありませんが、1930年以前の経済学では、GNP には政府の支出を含めるべきではないという議論が存在していました。政府の規模が膨張を続ければ大きなリスクを伴います。これは歴史の教訓だと言えるでしょう。これらは現在に通ずる問題として認識するべきではないでしょうか。お後はよろしくありませんが、以上で終わりです。ということで本日は戦艦大和の建造費の動画をお届けいたしました。今回はリニューアル動画でしたので、いろんなですね、日本の
財政とかね、GNP とか調査していったんですけども、予想以上に戦前のね、統計がなくてね、大変時間がかかってしまいました。ちょっとね、数字のブレが若干あるかもしれませんがね、ご了承いただければと思います。なんか、大和の建造費がね、思ったほど大したことなかったので、戦前の税制とかをね、割と調査してね、動画にしてみましたけどもね、いかがでしたでしょうか。あとは当時のね、税金ですよね。それがもう今の原型が完全に作られたのがこの年代っていうのがね、ちょっと驚きましたね。はい。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。そして、宮部さんの大日本帝国海軍の戦艦 3D 図鑑ですけれども、この度、重版が決定いたしました。ありがとうございます。たくさんの方に手に取っていただきまして、とても嬉しく思います。あとは引き続きまして、千葉三聖堂様で、コストガードの配布を行っております。あとはですね、軍艦カレーもね、あと15食くらいね、残ってるそうですので、こちらもよろしくお願いいたします。軍艦カレーは電話での通販も行っております。それでは皆様、次の動画でお会いいたしましょう。チャンネルの登録もよろしくお願いいたします。バイバーイ。じゃねえ。